ごきげんよう、上川薫です。今回取り上げるニュースは、ウクライナ情勢の関連ニュース。劇的に何かが起こるというのは非常に目立つこともあり、一般的なニュースでも報じられるものです。去年の秋で言えば、ハルキウの電撃的な領土奪還は非常に大きな動きでした。しかし、残念なことではあるのですが、そうした華々しい動きというものは、そうそう簡単に起こるものではありません。物事はじわりじわりと進んでいくのがむしろいつものことなのです。そして今回取り上げる話題は、ロシアにとっては徐々に真綿で首を絞められるような悪化している状況がわかるニュースとともに、一方においてもっともっと加速したらいいのになと思うものの、実際にはなかなか進まないウクライナ支援についての話をしていこうと思います。まずは、ロシアにとっては都合の悪い状況の悪化について見ていきましょう。まず最初に、ロシア軍の大本営発表から見ていきましょう。ロシア軍の攻撃により、ウクライナでブラッドレー4両を破壊したと発表しました。アメリカが供与を発表したばかりの歩兵戦闘車を早速破壊したというのであれば、これはロシア軍にとっては鼻高々の出来事なのでしょう。もちろんこれは真っ赤な嘘です。なぜならば、歩兵戦闘車ブラッドレーを供与すると発表したのは、つい先日の出来事であり、これからウクライナ軍兵士に対する訓練が行われ、実際の戦場に登場するのは2月後半から3月になるだろうと言われています。ですから、現時点においてブラッドレーを破壊したと話したところで、それが全くの間違いであることは明らかです。しかし、こうして発表する理由というのは、現在ロシア国内で行われているある情報工作の一環です。それは、現在戦場はウクライナですが、ロシア軍の前に立ちはだかっているのは、アメリカ軍である、もしくは NATO 軍であるといった話が、ロシア当局側からまことしやかに広げられており、これを信じる人たちが増えているというのです。その一環として行われているのが、今回のような、すでに戦場には米軍の姿があるみたいな話があって、ブラッドレーも現れたが、これをロシア軍は破壊したんだといった話になっているわけです。ちなみにこんな荒唐無稽な話、ロシア国外だと誰が信じるんだと思われるかもしれませんが、日本国内においても自称フリージャーナリストと名乗る人が、こうしたロシア側の発表を日本国内においても真顔で語り続け、それを見ている人たちもいます。続いては、日本国内にも根強い、ロシアに対する制裁は何ら悪影響をロシアに与えることができていないという話への一つの回答です。ロシアの航空会社は西側諸国の制裁後、記録的なほど事故が続いている。ロシアの民間航空は制裁によって旅客機の整備とスペアパーツの供給から切り離され、年明け連続して事故が発生しています。わずか1週間余りで旅客便を運航する航空機に関連する事故が少なくとも7件発生しました。まず1月5日、空調システムの故障によりUT エアのフライトが着陸を余儀なくされました。翌日、さらに2つの事故がありました。まず、ノボシビルスクからタイに飛んでいた航空便がフロントガラスの損傷により空港に引き返すことを余儀なくされました。飛行機は午前1時に離陸し、午前7時に戻ってきました。263人が乗っていました。その日遅く、カザンからエカテリンブルグに飛んでいた旅客機が着陸装置が格納されていなかったため、離陸後に空港に戻ってきました。一連の事故は1月8日も続いた。ペルミ空港では、航空会社ビクトリーの飛行機が滑走路で事故。モスクワ行きの離陸滑走の開始時に、機体が滑走路から左に曲がり、雪原へ突っ込み離陸は中止になりました。乗客に怪我はありませんでした。続いて1月9日、S7 航空のエアバスがブラーツクからモスクワへの飛行に失敗しました。離陸には成功したものの、トイレシステムの故障により、4時間の飛行後、火山に緊急着陸しました。国産航空機でも2件の事故が発生し、そのうちの1件で機体が墜落しました。国内航路の旅客機アントノフに、このアントノフはウクライナの航空機メーカーです。記事の中では国産航空機としてアントノフの名前が挙がっていますが、これはあくまでもソ連時代では国産であったとしても、現在ではウクライナとロシアは戦争中であり、ウクライナの航空機メーカーからスペアパーツや整備の支援を受けることは当然のようにできません。そのようなウクライナの航空機メーカーの機体を国産と表現するのは、ロシア側のかなり歪んだ国家観だと言えるでしょう。国内航路の旅客機アントノフに乗員は乗客10名、乗務員2名、1月9日、
飛行機は着氷のために墜落しました。2人が死亡、4人が負傷した。2番目の国内便アントノフ26旅客機はヤクーツクからマガダンまで飛行しました。飛行中貨物室のハッチが部分的に開き、その結果、数キロメートルの高度で減圧が発生しました。飛行機は出発空港に戻った。乗組員を含む乗員31人に怪我はありませんでした。しかし、荷物の一部が機外に飛ばされてしまいました。2022年には、ロシアで民間及び軍用航空が関与する130件以上の事故が発生しました。2022年、28機の飛行機が墜落しました。さらっと2桁の墜落事故が起こっていることを書いています。ものすごい恐ろしい話なのですが、ロシアではこうした航空機にまつわる事故が日常化し始めているのかもしれません。ウクライナでの戦争の開始後、アメリカ、イギリス、EU はロシアの航空産業に対して制裁を科しました。これにより航空機メーカーのボーイングとエアバスは、ロシアの航空会社へのスペアパーツの配送、メンテナンス及びサポートを停止しました。そのため、ロシアの航空会社は航空機の一部を解体して部品を取り、残りの航空機に使う共食い整備で対応しています。まず最初にロシア軍の大本営発表。国外の人が聞けば、そんなの嘘に決まってると一瞬でわかるようなことを言い続けるのはなぜか。それは、ロシア国内向けであれば、あんなものでも有効だと考えられるからです。そもそもインターネットが発達することによって、本当にそうなのかなと疑えばいろいろな情報を入手する手段があります。しかしそれはあくまでも自分が調べに行ったら政府発表と事実が異なるなというのがわかるのであって、自分で調べない限りにおいては政府発表というものを延々と聞き続けてきっとそうなんだろうなぐらいに思ってしまうものなのです。実際それでロシア国内は今はまとまっていると言われています。そもそも自分で情報を調べる人たちはもうロシア国外へと脱出を果たしていると考えられるために、今残っている人たちはそのような雑なプロパガンダにも簡単に引っかかっていると言えるでしょう。しかし、どんなに政府がうまく取り繕おうとしたとしても、実際に制裁の悪影響がもう出ていますよというのが航空機の事故の多発です。ロシアによるウクライナ本格的な侵略、その開始以後においては、制裁が発動しました。それによって欧米製の航空機については、スペアパーツも入ってこないし、実際のメンテナンスを受けようとしても一切お断りという状況になっています。しかも、ほとんどの場合リースで持っていたものなのですが、リース会社から返却を迫られて、いやいやお前たちリース会社には返さないぞという国内法を作ってまで、欧米製の旅客機を強奪してしまうといったことをロシアは行ってしまいました。ますますそのようなことをしていますから、まともなメンテナンスを受けられなくなっているわけです。そのために多発しているのが事故の発生です。さて、このようにしてロシア側の方は真綿で首を絞められるように徐々に状況が悪化しているなというのが伝わってくるわけですが、一方において徐々に良い方向に転換しているのがウクライナの方です。そのことについても触れましょう。スウェーデンはアーチャー砲兵システムのウクライナへの移転を許可。スウェーデンはウクライナ軍に 155mm アーチャー自走砲システムを提供します。スウェーデンのウルフ・クリスターソン首相は、アーチャー自走砲がスウェーデンのウクライナへの軍事援助における最優先事項であることを強調しました。アーチャーは 155mm 榴弾砲で武装した車輪付きシャーシの自走砲システムです。この自走砲は、砲弾の装填作業が完全に自動化されており、移動モードから戦闘モードに切り替えて30秒以内に初弾を放つことができます。無人の砲塔には21発の砲弾が含まれており、弾薬補給運搬車を使用することで再装填が可能。射程距離は標準の 155mm 弾で30キロ。GPS 誘導砲弾エクスカリバーを使用した場合、最大60キロです。続いて戦車の供与について、勇敢な守護者へ性能向上型 T72 戦車、チェコからウクライナへ大量引き渡し。チェコ国防省は2023年1月10日、ウクライナ向けに行っていた T72 戦車の修復及びアップグレードが完了し、取れば30回収救援車とともにウクライナへ引き渡すと発表しました。前日には、チェコのペトル・フィアラ首相らが T72 の修復改良作業を行っている工場を視察で訪れており、チェコでの報道などによると、ウクライナへはアップグレードされた T70B 戦車90両が引き渡される予定だといいます。なお、この修復改良にかかった費用約9000万ドル、日本円で約117億円は
アメリカとオランダの2カ国で分担するとのことです。こちらがこの工場に首相が訪れた時の報道写真です。また、ペトル・フィアラ首相は工場を視察した際に、ウクライナへ納入される予定の T-70B 戦車の一両に、ウクライナの勇敢な守護者へというメッセージを書き込んでいました。首相は報道陣に対して、私はウクライナ人がロシアの侵略者との戦いに勝つと信じていますと語りました。そしてこちらは工場での作業風景。東ヨーロッパにはもともと旧ソ連構成国がいくつかあり、現在では NATO 加盟国もあります。それらの国の中にはソ連時代からの戦車が倉庫で眠っていることもあります。それらについては実戦稼働するには整備が必要で、それらをかき集めて再製品にしてウクライナへ引き渡す作業が行われているのです。なお、引き渡すにあたって簡易的な近代化改修が行われています。爆発反応装甲や暗視装置の取り付けなど、ただ単に動かせればいいというだけの整備ではなく、実際に戦うための改修作業が進められているのです。スウェーデンが供与を発表したアーチャー実装砲は、一つの兵器として非常に高性能なものです。供与される予定数は12両。これらが全てウクライナに渡ればかなり心強い砲撃支援になります。そして近代化改修、こちらの方も90両を行うということでかなりまとまった数です。戦力としてもかなり役に立つでしょう。しかし同時に元々が T-72 ですからゲームチェンジャーになり得るかと言われればそこまでの力はありません。しかしそうした一つ一つの要素としてはゲームチェンジャーにならなかったとしても確実に戦力を増強する話です。侵略するロシアにとっては相手方が確実に強くなっていくというニュースはやはり聞きたくないニュースでしょう。そして現在ウクライナに対する軍事支援は衰えるかといえばそうではなくむしろ少しずつ確実に前進していると言えます。ロシア軍が本格的な侵略を始めたその当初は対戦車ミサイルのような歩兵に持たせてなんとか侵略を食い止めるための兵器が主体だったわけです。それに比べれば現在のようにさあ自走砲だ、さあ戦車だといったような話へとつながっているのですから議論の中心となっている軍事支援のその質が圧倒的に変わってきたのは明らかです。一方ロシアの方はどうかというと追加の動員を行ってウクライナ軍に肉薄する、そして人海戦術をもとにしてなんとか削り取っていこうという作戦を取ろうとしています。外部からの力を得てどんどんと強くなっていくウクライナ軍とロシア国民をまさに使い捨てにするような形で戦争を進めていこうとするロシアではその未来の明暗は明らかに分かれていくと私は思います。大きな変化というものは必ず小さな変化の積み重ねやきっかけとなる出来事があってこその結果です。今回取り上げたニュースというのはどちらかというとそうした変化の発端となっている出来事や変化の途中を捉えたようなニュースなわけですが、全体の傾向としてはやはりロシアの方がおかしくなっていくというその途中経過にあり、一方においてウクライナの方は少しずつ改善していく傾向にある、そのように私には見えます。あなたはこの事態をどのように捉えているでしょうか。ぜひともコメントしていってください。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックをよろしくお願いします。それでは次の動画でまとめにかかりましょう。またね。